こんにちは。ごはんつぶです。この動画では Vlog で日本語の勉強をしていきます。ここは私のお気に入りの台所です。今回は洗い物をしながら台所にあるものを紹介していきます。これは食洗機です。私はアメリカに住んでいるので大きな食洗機を持っています。日本の食洗機はもう少し小さいです。大きい、小さい。洗い物の前にゴミをきれいにしていきます。これはリンゴの皮です。食べ物のゴミなどを生ゴミと言います。生ゴミはゴミ箱に捨てていきます。流し台の角のところに三角コーナーというゴミ箱を作る人もいます。三角コーナーは臭くなるので私は使いません。これはコーヒーを作った後のコーヒーかすです。これも捨てます。これはティーポットです。クリスマスツリーの柄がついています。中には緑茶の葉っぱが入っています。それでは早速洗い物をしていきます。まずはゴム手袋をつけます。私はいつも片手だけゴム手袋をつけます。両手にはつけません。いつも片手で洗い物をします。冬はお水が冷たいのでお湯を使って洗います。ちなみに寒いので私は厚着をしています。パジャマの上から服を着ています。厚着、薄着。これは包丁です。何か切るときに使います。これは小さい包丁です。果物用の包丁です。果物ナイフとも言います。これはスプーンです。こっちはフォークです。次は食器を洗っていきます。食器というのは食べるときや飲むときに使うお皿やコップのことです。これは底が深い食器です。深い、浅い。この食器についている白い汚れが見えますか？これは朝パンケーキを作った時に使った食器です。白いのはパンケーキの粉です。これはパイやケーキを焼く時の型です。これは薄いお皿です。薄い、厚い、分厚い。このお皿にはケチャップがついています。こすって汚れを落とします。この小さいお皿は子供用のお皿です。シリコンでできています。子供用のスプーンやフォークもあります。私は子供が2人います。いつも子供たちがたくさんコップを使います。なので大量にコップの洗い物があります。これはガンダムの柄がついたコップです。ガンダムショップで買いました。かわいいですよね。これはコーヒーなどを飲むときに使うマグカップです。これはガラスのコップです。透明です。この透明なコップは実はコストコで買ったティラミスの容器です。ティラミスの容器がコップにちょうどいい大きさだったので再利用しています。再利用、リサイクル。これは残り物を入れておく容器です。残り物というのは料理を作りすぎたりして残ったもののことです。これは子供たちの食べ残しです。
もったいないですね。食べ残しというのは、食べきれなかったものを残す状態のことです。食べ残しのほとんどがゴミになってしまいます。私は猫も飼っているので、猫のお皿もあります。これはペット用のお皿です。これは調理用バサミです。料理用のハサミです。これはパスタを作るときに使うものです。これはフライ返しです。パンケーキをひっくり返すときなどに使います。日本っぽい食器が全然なかったので、こちらで紹介します。これはお茶碗です。大きいサイズのお茶碗と小さいサイズのお茶碗です。夫婦で使うお茶碗のセットなので、夫婦茶碗と言います。これは箸です。お箸というと丁寧な言い方になります。これは子供用のお箸です。お箸の持ち方を練習するためのお箸です。これは普通のお箸よりも長いです。菜箸と言います。長い、短い。なぜ長いかというと、料理を作るときに使うお箸だからです。長いから熱くないです。このお皿は日本の100均で買いました。ちょっと欠けています。食洗機がいっぱいになりました。パンパンです。パンパン、スカスカ。食洗機用の洗剤を入れます。食洗機の電源を入れます。電源を入れる。電源を切る。そしてスタート。これで OK です。スポンジに洗剤をつけます。食洗機に入らなかった大きいものを洗っていきます。フライパンを洗います。これは小さめの鍋です。スープを作るときに使いました。これは炊飯器の内釜です。炊飯器はお米を炊くときに使う家電です。これはサラダを入れるための大きいボウルです。かなり重くて洗うのが大変です。重い。軽い。まな板も洗います。これは木でできたまな板です。きれいになりました。最後に流しを洗います。シンクとも言います。食器を洗ったのとは別のスポンジを使います。掃除中。排水口もきれいに洗います。古い歯ブラシを使ってこすります。最後に布巾や除菌シートで台所を拭いていきます。今回は洗い物をしながら日本語を勉強しました。あまり映像に変化がありませんでした。皆さんはこの動画のスタイルをどう思いましたか？コメントに感想を書いていただけたら嬉しいです。チャンネル登録もお願いします。それでは、バイバーイ。